私は念願の第一子を妊娠したが、幸せな日々は夫の浮気で一変した。雪の降る深夜、夫は陣痛が始まった私を庭に蹴り飛ばしたのだ。亭主を起こした罰だ。凍えてろ。そして事態は思わぬ方向に動き出した。私の名前は江口あゆみ。年齢は31歳で専業主婦をしており、夫の高人と2人で暮らしている。夫は私と同い年で、義実家の経営する会社で勤務しており、若いながらも役員として腕を振るっていた。私たちは学生時代からの付き合いで、お互いに就職は別々だったが、交際は続いて結婚に至っている。結婚後しばらくは子供に恵まれずにいたのだが、30歳を過ぎてやっと第一子を妊娠し、私の両親はもちろん、義実家も孫ができることを喜んでくれた。ところが、夫の反応だけは喜んでいるとは見えず、私は困惑したのだ。数ヶ月前に妊娠を報告した時に、驚いた表情で夫はこう言った。本当に？もう30過ぎてるのに妊娠したのか？30過ぎても妊娠するのは普通よ。嬉しくないの？喜びよりも疑問を先に口にする夫に対し、がっかりした気持ちになった。女性と違って、男性の方は親になる自覚を持つのが遅いと聞いたことがあるし、仕方がないと思うことにした。私はつわりの時期はきつかったが、なんとか乗り越えて妊娠後期に入り、だいぶお腹も目立ってくるようになった。胎動も活発になってきて、寝ている時に子供がお腹の中で足で蹴ってきて、びっくりして起きることもあるほどだ。順調に成長する我が子に会える日が楽しみで待ち遠しかった。妊娠が判明後は仕事を続けるかどうか悩んだが、近隣の保育園の待機児童が多いことや、義実家の勧めもあって退職することにした。それを夫に伝えると反対されたのだ。生まれたらすぐに子供を預ければいいだろう。そうやって働いている女性は大勢いるぞ。夫が育児について何も理解していないことが腹立たしく、私もつい口調が強くなった。本当に何も分かってないわね。簡単に言うけど、新生児の預け先なんてあるわけないでしょ。働いている女性はちゃんと産休と育休を取ってるはずよ。そんなことぐらい常識でしょ。私の正論に夫は黙り込んだ。そんないさかいがあってから、夫との夫婦仲はギクシャクしてきた。これまで夫婦二人だけの生活が長かったせいで、良くも悪くも喧嘩するほどのトラブルはなかったのだが、子供が生まれた後の生活の変化を夫は受け入れられないようだった。ある日、珍しく私の妊婦検診に夫がついていきたいと言った。俺も一緒に行って赤ん坊の世話がどういうものかちゃんと勉強したいんだ。これまで出産や育児に無関心だった夫の変化に私は驚いた。俺なりに周りの女性に聞いたんだが、ほぼお前の言う通りだった。何も知らずに勝手なこと言って悪かったな。夫のそうした気持ちの変化はありがたく感じた。妊婦検診では、夫は主治医や助産師に積極的に質問をしていて、勉強熱心なお父さんですねと褒められたのだった。私は臨月を前に予定通りに退職し、自宅でゆっくり過ごすことになった。我が家は2年前に購入した新築の庭付き一軒家で、周囲には戸建てや賃貸住宅が立ち並んでおり、比較的静かな環境だ。ご近所には挨拶を交わす程度だが、顔見知りも何人かいる。そのうちの一人で、蓮向かいのアパートに住んでいる田中美佐子さんという名の奥さんが家にやってきたのだが、来訪の様子が奇妙で、私は驚いたのだ。
その日の午後、台所で夕食の準備をしていると、玄関で物音がしたので見に行くと、彼女が玄関に立っていた。田中さん？私は無断で入ってきた彼女に驚いたのだが、向こうも私を見て相当驚いたようで、目を丸くしていた。美佐子は一瞬気まずそうな顔をしたが、私にこう言った。ごめんなさい。インターホンを押したつもりだったけど、音が鳴らなかったからドアを開けて呼んだのよ。そうだったの？気がつかなくてごめんなさいね。それで、何のご用なの？私が来訪の理由を尋ねると、美佐子は焦ったようにこう答えた。雨が降りそうだから、洗濯物大丈夫かなって、教えなきゃって思ってね。そうだったの。でも洗濯物はもう取り込んだし、大丈夫よ。私がそう答えると、彼女はそそくさと帰っていったのだった。美佐子が去った後、私はどっと疲れを感じた。私より少し年下に見えるが、あんな非常識な人だとは思わなかった。普通、返事がないからといって、家の中まで入ってくるだろうか。それに、夫が出勤した後にきちんと施錠したはずだし、今日はどこにも出かけていない。疑問に感じた私は、玄関の外に出てインターホンを押してみると、ちゃんとチャイムが鳴った。本当に美佐子はインターホンを押したのだろうか。私は雨なんか降りそうにない晴れた空を見上げながらつぶやいた。絶対嘘ついてるわよね。あの人、なんか変だわ。その夜、帰宅した夫が私に尋ねた。今日、何か変わったことなかったか？私は美佐子の件がすぐに思い浮かんだが、ご近所トラブルを夫に話しても、きっとめんどくさいと思われそうなので、無難にこう答えた。別に何もないわよ。すると、夫は意外そうに言った。え？誰か来たんじゃなかったか？まるで、夫は昼間の出来事を知っていて、確認を取りたがっている様子だ。そういえば、近所の奥さんが洗濯物のことで声をかけに来たけど、それぐらいかしら。わざと聞かれるまで忘れていたといった口ぶりでそう話すと、夫はほっとしたような口調で言った。そうか。その日以来、私は近所に住む美佐子と夫との間に何かあると疑うようになった。美佐子は普段から我が家に出入りしていたのかもしれない。私は仕事で日中は留守だし、夫が合鍵を彼女に渡していたなら、それは可能だ。夫は、私が美佐子の不自然な訪問をどう思っているのか聞き出そうとしたし、私が気にしていない素振りを見せると、明らかに安心していた。認めたくはないが、そう考えると何もかも辻褄が合うと思えたのだ。そんな状況で臨月を迎えたが、これまでめったに残業をしなかった夫の帰宅が遅くなってきたので不安になった。私もいつ陣痛が始まるか不安だし、早く帰ってきてほしいの。私がそう言うと、夫はため息をついてこう言った。俺は出産後のことを考えると、本当に気が重いんだよ。いろいろ調べたり聞いたりしたが、これまでの生活がガラリと変わるじゃないか。まったくやってられんよ。そう言い捨てて、夫は私に背を向けた。私はショックで何も言えなくなり、しばらく呆然としていたのだった。夫が妊婦検診についてきたり、出産後のことを調べたりしたのは、父親としての自覚から生じたものではなかった。子供がいる生活が、どれだけ自分にとって面倒なものになるのかを気にしていただけだったのだ。なんて利己的な人間なのだろう。
こんな人と夫婦で居続けようと努力することが生まれてくる子供のためになるのだろうか。その夜、帰りの遅い夫を待っていると意外な訪問者がやってきた。インターホンに出てみると、男性が幼い子供2人を連れて佇んでいる。男性は美佐子の夫の田中さんだった。夜も更けて、外は木枯らしが吹きすさぶ寒い日で、私は大急ぎで玄関ドアを開けて、彼と子供たちを家に入れた。田中さんは申し訳なさそうに言った。妻がよくお宅に行っていると聞いたので、こちらにお邪魔していないかと思ったのですが、自分の勘違いのようです。私は田中さんに低い声でこう伝えた。今、夫も残業でいないんです。少しお話いいですか？田中さんはしばらく私の目を見つめていたが、うなずいた。田中さんの子供は5歳と3歳の男の子2人だった。テレビでちょうど子供向けの番組をしていたので、私は2人に温めたココアを出してあげた。他人の家にいることに慣れているのか、2人ともおとなしくしている。私と田中さんは子供の様子が見えるキッチンに座って話をした。奥さんを探しているようですが、なぜ私の家にいると思ったんですか？私がそう聞くと、田中さんは事情を話し始めた。パート勤務をしている美佐子は、保育園へのお迎えが遅れがちで、園側から苦情の連絡がたびたびあった。そして、ここ最近は子供たちを自分のママ友に強引に預けて、夜まで外出するようになったらしい。田中さんはそれを知らず、今日定時に帰宅した時に、息子たちの面倒を押し付けられた近所のママ友に苦情を言われたのだ。そこで、妻が夜に出歩くようになったことを知った。近所の方から聞いたのですが、お宅に何回か出入りしている妻を見かけたという話を聞いて、こうして伺ったんです。田中さんの話を聞いて、美佐子が夜に出歩き始めたのと、私が退職して自宅にいるようになった時期が一致していることを知った。きっと、田中さんも口には出さないが、私の夫との関係を疑っているに違いない。私は思い切ってある提案をしてみたところ、田中さんは戸惑いつつも受け入れてくれたのだった。その後田中さんから連絡があり、実家の母親が同居して妻を見張ってくれているとのことだった。すると、夫は普段通りの時間に帰宅するようになった。その代わり、夫は晩酌のお酒の量が増えて、酔いつぶれて眠ってしまい、翌日の出勤に響いて遅刻する日が続いた。ある日のこと、昼から降り始めた雪が積もり始め、寒い夜になることが予想された。眠っていた私は、お腹の痛みを感じて目が覚めた。時計を見ると夜中の1時過ぎだ。陣痛が始まった。私は呼吸を整えながら起き出して、隣の部屋で寝ている夫に声をかけた。陣痛が始まったみたいなの。病院に連れて行ってちょうだい。夫は眠そうにしていたが、なんとか起きてくれた。連れて行けばいいんだな。私が玄関に向かおうとすると、夫に腕をつかまれて止められた。待て、そっちじゃない。玄関は雪が積もっているから、縁側から出よう。その時、痛みが押し寄せた私は、身をかがめて夫に手を引かれるまま縁側に出された。寒い外気にさらされた体が凍えてくる。すると、突然背中を押されて、私は庭に転げ落ちた。冷たい雪がクッションとなって転倒の衝撃は和らいだが、夫の足先が見えて、私は夫に蹴り落とされたことを知った。何するの？背後の窓がピシャンと閉まり、
鍵をかける音が聞こえた。夫は窓の向こうで私を見下ろしてニヤニヤと笑っている。ちょっと開けてちょうだい。すると夫がせせら笑いながら言った。夜中に亭主を起こしたバスだ。凍えてろ。陣痛が始まってるのよ。このままじゃ私も子供も大変なことになるわ。知るか。シャッとカーテンが引かれ、部屋の電気が消えた。開けて、お願い。開けてちょうだい。しかし、リビングにはすでに夫の気配はなかった。私は意を決して庭の出口まで裸足で歩き、なんとか助けを求めようと考えた。たとえ足が凍傷になっても、この子を守らねば。押し寄せる陣痛の痛みと、凍えて皮膚がすりむけていく足裏の痛みで気が遠くなりかけたとき、私の耳に聞き覚えのある声が響いた。奥さん、大丈夫ですか？田中さん。私から状況を聞いた田中さんは、驚いて怒りに震えた。なんてひどいこと。救急車を呼びます。田中さんは裸足の私を抱え上げると、自分の車を止めてある駐車場まで私を運び、寒さをしのぐため、エンジンをかけて暖房を入れてくれた。やがて遠くから救急車のサイレンが聞こえてきた。私は田中さんに尋ねた。田中さんが家に来たのは、奥さんの後を追ってきたのね。田中さんはうなずいた。奥さんは自分の体と赤ちゃんのことだけ考えてください。以前お約束した通りに俺がちゃんとやっておきます。私はうなずいていった。よろしくお願いします。病院に搬送された私は元気な男の赤ちゃんを出産した。私の手足は凍傷で傷ついていたが、症状は軽度とのことだった。数時間後、同じ病院の救急外来から夫が自宅の庭で意識不明の状態で搬送されたと連絡があった。しかも夫はすっぱだかの状態で手足はひどい凍傷になっており、現在治療中とのことだった。警察もやってきたので、私自身が夫から受けた被害を話して、その後の状況を聞かせてもらえた。どうやら夫は美佐子を自宅に連れ込んでいたらしく、そのタイミングで陣痛が始まった私が邪魔になり、庭に蹴り出したようだった。あの時に私が玄関に行こうとして止められたのは、美佐子がすでにそこにいたからだろう。しかし私も実は事前に作戦を立てていたのだ。田中さんに前もって合鍵を渡しておき、美佐子が我が家に来たら、その合鍵を使って現場を押さえるよう頼んでいた。家主の私が許可を出したので、田中さんは不法侵入にはならないし、有責離婚の証拠をつかむこともできる。ただし、それは私が出産で入院中の時期を想定していたので、まさか昨夜、こんなことになるとは予想外だった。しかし、そのおかげでたまたまそこにいた田中さんに助けてもらえたことは、運が良かったと言える。それがどうして、夫が裸で雪の積もる庭に転がっていたのかというと、どうやら夫は浮気現場に踏み込んだ田中さんに驚いて、裸で庭に飛び出していったそうだ。そんな夫に構わず、田中さんは美佐子を連れて帰ったのだが、朝になっても出勤してこない息子を心配した義父が、自宅を訪ねて夫を発見したそうだ。結局、夫は滑って転んだ拍子で脳震盪を起こしただけで意識は戻ったのだが、低体温症と手足の凍傷とで麻痺が後遺症として残ることになり、不自由な体で厳しいリハビリが続くことになった。夫とは弁護士を通して離婚を成立させ、
私に対しての暴力行為により、夫は入院中に書類送検となった。浮気の慰謝料と子供の養育費は合計730万円を一括で支払ってもらい、美佐子に対しても230万円の慰謝料を請求した。しばらくして田中さんから手紙が来て、その後美佐子とは離婚して、親権も父親である田中さんが取ったと報告された。美佐子は生活に対する不満から、パート先の親会社の後継ぎ息子である元夫を誘惑し、未来の社長夫人の地位を狙ったそうだ。田中さんの手紙には、元妻の不貞を詫びる言葉が書かれていたが、彼のおかげで私も子供も助かったのだから、感謝こそすれ、恨んでなんかいない。義両親は、元夫が勤務中に浮気していたことや、私に危害を加えたことを知り、ショックを受けて一気に吹き込んでしまった。そこで、折々の子供の写真を義両親にも送るので、祖父母として見守っていてほしいと告げると、涙を流して喜んでくれた。私は実家に戻って、両親の助けを借りながら子育て中だ。シングルとなったからには、就活と保育園探しをしなければならない。これから苦労は多いだろうが、一旦危機を乗り越えた私と子供なら、強く生きていけると思っている。